速報です。特別定額給付金10万円の2回目の給付に向けて動き出すということが分かりました。速報でお伝えします。昨日発売になった週刊文春の中で、週刊文春が衆議院選挙の予想について記事にしていますと。で、週刊文春が例えば2021年とか2022年の衆議院選挙であるとか、参議院選挙の得票率、得票数とか、あるいは最近の政党の支持率、あるいは各選挙区の動きをもとに出した、その緻密に出した、選挙結果というものがあります。驚愕の議席数の予想ということになっています。さらに、週刊文春は各選挙区、289ある小選挙区の中で、激戦が予想される103の小選挙区については、その地域、その小選挙区の講演会、有力な講演会の取材をするとか、現地に足を運んでとかですね、そういったことも実施されて、緻密に予想を出していますと。で、その結果驚愕なものになっているんですけれども、その中で詳しくは週刊文春買っていただければと思うんですけれども、今までお話ししてきた10万円給付というものを政策にしている、国民民主党であったりとかれいわ新選組といったようなところが、主に比例区で大きく議席を伸ばすということが予想されてますと。で、その中で、特に国民民主党というのは与党にちょっと近いということもあって、もしかしたら政策協議するというふうな可能性もあって、国民民主党の政策というのが実現する可能性っていうのもかなり高いというふうに予想されてますと。で、その国民民主党に実際にもし与党になったら、この政策、今柱にしている10万円給付とか、あるいは消費税減税、こういったところをやっていきますよねということで確認で聞いてみました。で、聞いたところ、その実現に向けてもちろん動きますよと。もう今回のこの衆議院選挙の結果でですね、もしこの与党と一緒になるとか、あるいは政策協議をするとしてですね、その柱の政策10万円給付、あるいは消費税減税というものは実現に向けて動いていきますということではっきりと明言されました。先ほど党の国民民主党の党の本部にですね、確認で連絡をしてお伺いしたところ、このストーリーでですね、国民民主党がもしかしたら与党入り、あるいは与党と政策協議して政策を実現していくというふうに動いていく可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってますと。で、その中で国民民主党の10万円給付、あるいは消費税減税というものはぶらさずに実現に向けて動いていきますかということで聞いたところ、動いていきますとはっきりと明言されましたと。ということで、この特別定額給付金10万円の2回目のような10万円給付、国民1人当たり10万円一律で給付というところが実現にめちゃくちゃ近づいているのではないかということについて、詳しくお話しさせていただきたいと思います。で、この動画はおそらく個人の方でご覧になっていただいている方がほとんどだと思います。給付金の新しい情報が出たら知りたいと思っている方、あるいは給付金の申請が始まったら確実に給付をされたい、あるいはできるだけ早く申請をしてできるだけ早く給付されたいと思っていらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います。新しい給付金の情報が出たら、すぐに見たいという方はぜひチャンネル登録をしていただければと思います。給付金に関する新しい情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので、そういった新しい情報が出たらすぐに知るということができるようになりますというところですね。それでは早速いきたいと思います。まず特別定額給付金ってなんだっけということなんですけれども、これはコロナ禍にあった全国民を対象にした1人10万円を給付しますといったような案のことです。で、それの2回目って何というところなんですけれども、今国民としては非常に生活が苦しいといったような実感がありますと。で、それを受けて、この2回目ぜひやってくださいよという声をたくさん上げているといったようなところですね。
世論調査とかしても、10万円給付みたいな、要は給付金やってくださいというような声もあったりとかします。あるいは減税ですね。そういうものをやってくださいという声がありますというところです。で、あるにもかかわらず、岸田首相はこの全国民10万円給付といったような政策は、コロナ禍のような国難の事態でないとやりませんというふうに言っています。なので、国民としてはいやいやコロナ禍より苦しいんだけどなと、2回目ぜひやってくださいというふうに思っているといったようなところです。で、そもそも特別定額給付金の1回目っていうのは国民の声を受けて実現したというものがあります。もともと1世帯30万円ということで閣議決定してたんですけれども、国民が世論調査で10万円給付やってくださいといったようなことを言ったりとか、あるいはそういった声を公明党が汲み取ってですね、自民党に提案して、そして自民党が閣議決定を組み替えて1人10万円で決定したといったような経緯があります。もともとは30万円給付という1世帯30万給付というところだったんですけれども、国民が声を上げたことによって1人10万円に変わったといったようなことですね。さあ、今10万円給付というのを政策にしている党っていうのはどういうところがあるんでしょうかと。国民民主党は1人10万円給付、あるいはれいわ新選組も10万円給付、しかも1年で4回春夏秋冬ですね、四半期に1回ずつ10万円給付するということで、政策にしているというところですね。その財源もありますというふうに言っています。実は先ほど言った週刊文春の衆議院選挙の議席の予想というところでも、国民民主党やあるいはれいわ新選組っていうのは、主に比例区ですけれども大きく躍進するといったようなことが予想されています。さあ、この10万円給付を政策にしていると、国民民主党あるいはれいわ新選組が大きく躍進するということがあれば、この10万円給付というものも大きく近づいてくるといったようなところです。ただ野党にとどまるといったようなところはありますので、その大逆転して10万円給付するということはないのではないかなというふうにも思えるんですけれども、それを大逆転して10万円給付されるといったようなことについてのシナリオについてお話していきたいというふうにあります。先ほどから言っているように、とにかくこの衆議院選挙、今回今後ですね行われる衆議院選挙によって大きく自民党が議席を減らし、そしてこういった10万円給付を政策にしている政党が大きく議席を伸ばすことで、その実現というものが大きく近づいているといったような形になってきましたというところですね。まず国民の声として、我々一般的な国民は、コロナ禍よりも苦しいといったような、実態がありますと。それは物価が上がっているのに給料が上がっていないといったようなところですね。で、物価が上がっているということについては、これはもう明らかですね。スーパー行っても2割3割上がっているとか、あるいは5割上がっているようなものもあると。もうそれはもう当たり前になってきましたと。中には本当に5割とかもう倍の値段になっちゃったりとか、そういうようなこともありますと。で、それに対して給料は上がってないというところですね。大手の企業に関しては、ベア 5% とかいうふうに新聞に載ってますけれども、つまり去年より全員総じてですね 5% 給料が上がるといったようなことが書かれてたりとかします。あくまでごくわずかな大手の一部の企業に限られたことで、我々一般的な国民の大半が勤めている中小企業といったようなところについてはほとんど上がってないといったようなことが実態というところですね。それを受けて、岸田内閣あるいは自民党がめちゃくちゃ低い支持率になっていると、それ与党何やってるんだという声が上がっているということですね。コロナ禍っていうのは例えば、食品に関する、外食ですね、外食やってるようなそういった業種ですとか、あるいは旅行、あるいは交通に関するような業種をやってらっしゃる方は、それは外出制限とかありましたんで、それはなかなか苦しかったというところがあります。ただ先ほどから言ってるように、我々一般的な国民に関してはコロナ禍よりも苦しいといったような現状があります。なのでコロナ禍にあったようなこの10万円給付やってもいいんじゃないかというふうなことで声を上げているということですね。ただ先ほどもお伝えしたように、岸田首相はとにかくコロナ禍のような国難の事態でないとやらないというふうに言ってますと。さあ、岸田首相はこのまま国民の声を無視し続けることができるのでしょうかというところですね。実は無視できない大きな理由があります。岸田首相が首相で居続けるためには解散が必要といったような状況があります。
これは何かというと、実は今年の9月に自民党の総裁選が行われます。今岸田首相はめちゃくちゃ低い支持率ですと。このまま自民党総裁選を迎えてしまったんでは、自民党の議員はもしかしたら岸田首相を総裁として再選させない可能性があります。それはなぜかというと、その1年後、来年の10月に衆議院の任期が来るからです。当然ここまでに衆議院は解散あるいは失職するので、そこまでに選挙が行われるということが確実に決まっている状態で、自民党の総裁として岸田首相を再選させるということになれば、その選挙を岸田首相で迎えるということになるので、これは他の人に変えておいた方がいいというふうに自民党の議員は思うに違いありませんと。なのでこのままこの低い支持率のまま9月の自民党総裁選を迎えたんでは、岸田首相は変えられてしまうと。自民党の総裁でいられなくなってしまうということは、もちろん首相でいられなくなってしまうということなので、そこで岸田首相は首相としていられなくなってしまうというところになります。なので岸田首相としてはなんとかこの自民党総裁選の前までに解散を行って、自民党は大きく議席を減らすかもしれませんが、なんとか過半数を確保して、そして自民党総裁として、選挙で過半数確保したんで、自民党総裁としてもう一回再選させてくださいということで再選して首相で居続けると、そういったところを狙っていますというところですね。さあ岸田首相はどのタイミングでこの解散というものを行ってくるんでしょうかというところですね。おそらくそれは6月じゃないかなということが言われています。この6月までにこの通常国会が終わります。その中で裏金問題、今回の裏金問題に対応した政治資金規正法の改正を行うというふうに明言しています。それから6月からは1人4万円の減税というものがスタートします。そしてこの減税がスタートして、そしてこの政治資金規正法の改正を行ったこの6月のタイミングというところで少し支持率が上がるということを予想して解散に打って出るということを予想しています。少しは自民党の支持率もそのタイミングでアップしてくるんではないかなと。でさらにこの9月までがこの時間制限ですので、岸田首相としてはそこまでのベストのタイミングでなんとか解散するということを狙っていますというところですね。衆議院の解散はいつかということで野党が探りを入れてますというところですね。れいわ新選組の山本代表は、予算審議の中でですね、岸田首相にいつ辞めるんですかと、あるいはいつ解散しますかということで3回聞いてますというところで言うと、岸田首相はですね、今は考えていませんというふうにいずれも答えていると。なるほどと。そして立憲民主党の辻元議員、総理4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかと聞いています。全く考えていませんと岸田首相は答えています。ちょっとニュアンスが違います。気づきましたでしょうか。今は考えていない、4月は全く考えていない。なるほどと。今は考えていないわけだけども、全く考えてないわけではないと。でただ4月は全く考えていませんと。なるほどと。9月までの期限で、4月がないとなれば、6月かなと。この裏金対応した政治資金規正法の改正を行い減税をスタートして、そのタイミングで解散というのが、この9月までの間でいうと、残されたベストのタイミングといったような形になりますと。岸田首相最新の支持率です。JNN、TBS 系ですねの世論調査の会社で岸田首相の最新の支持率はなんと 22% と過去最低を更新しているといった状況です。ここまで低い支持率になれば、いよいよ岸田首相は諦めたかということも予想できるんですが、いや岸田首相は諦めていませんと。この9月で退陣かとも思われるんですけれども、解散でおそらく勝負に打って出ますと。去年のこの通常国会が終わる時期、去年の6月にですね、マスコミに解散考えてますかというふうな質問をされて、状況で判断しますというふうに岸田首相は答えています。つまり岸田首相はもう常に解散の時期っていうのはずっと考えてるんですね。考えてるんですけども、なかなかベストのタイミングでできないと
解散をできずにいましたが、いよいよ期限が迫ってもう仕方がないので、この6月でなんとか少しでも支持率を上げて解散するしかないといったようなところですね。さあただ岸田首相が、自民党なんとか、議席を過半数確保できると思っているかもしれませんが、国民はさすがに怒ってますということで、もし解散総選挙ということになれば、自民党が大敗して過半数割れといったようなことになる可能性も大いにありますと。先ほど言った、週刊文春の予想と、週刊文春が細かく各選挙区予想して立てたその予想でも、自民党公明党でこの過半数割れといったようなことが予想されていると、大きく過半数割れするというところが予想されています。でもしそうなった場合、自民党公明党で政権を維持できないので、3党以上の連立を組んで政権を作っていくということになります。もし他の野党、例えば立憲民主党とか、あるいは維新とかですね、そういったところが議席を大きく伸ばしたとしてもですね、自民党公明党とおそらく連立を組むってことはなかなか考えにくいというところですね。なので、この自民党が大敗したものの、おそらく第一党、全部の党の中で、政党の中でおそらく、第一党っていうのは確保するぐらいまではしてくるんじゃないかなというふうに思います。例えばその週刊文春の中でも自民党が第一党であるというところは変わらず、確保してくるんじゃないかなというふうな予想がされていますというところなので、自民党あるいは公明党に加えて他の自民党公明党と組む可能性がある政党と3党以上の連立を組むという可能性がありますと。そうなった場合に、先ほど言ったように立憲民主党維新っていうのはちょっと考えにくいので、そうなると国民民主党が与党入りという可能性も大きく出てきますというところですね。さあピンときましたね。この国民民主党というのは先ほどお話した10万円給付を政策にしている党ですと。国民民主党っていうのはもともと昨年もそうですけれども、与党主に自民党とですね政策の協議をしたりとか、あるいは与党入りっていうものが裏では調整されたりといったような動きがありましたと。これ予想ですけれども、そういった動きがあったんじゃないかなというふうに言われています。つまり自民党に少し近いような政党なので、もしかしたらこの連立入りということも考えられます。全ては選挙後ですけれども、当然この、連立を組むということも可能性としてはあります。とにかく一番近い政党であるというふうに思われていますと。国民民主党の政策、先ほど言ったように10万円給付というものに加えて消費税減税というものも政策にしています。消費税減税法案ということで、実際に昨年の11月に参議院に提出をしているというところですね。国民民主党の政策の柱ですね。10万円給付、消費税減税です。そして消費税減税というものが望まれている理由というところについてちょっと整理しました。こういった給付金の動画出させていただくと、消費税の減税、ぜひそれもやってくださいというふうな声がたくさんコメントとしていただいています。その理由は主にこの4つですね。1つ目は消費税の負担が大きいってことですね。何か物を買うということについて 10% もう何でも永遠にかかるというのが消費税なので、その負担はめちゃくちゃ大きいですよというところですね。で2番目はその逆ですね。経済的影響の持続。その毎回かかってくる 10% の税金がなくなるということであれば、経済的影響、還元されるものが大きいですよと。それが持続しますというところですね。それから消費の刺激になりますよという声です。何か物を買うことについて 10% の税金かかるのが消費税です。それがかからないとなれば、当然消費の刺激になってたくさん物が出るというところですね。それから税負担の公平性というものもあります。所得が多くても少なくても同じ値段のものを買うんであれば同じだけ税金かかりますというのが消費税です。それは不公平だと。収入が多い人にかかる、例えば所得税は多くて、収入が少ない人にかかる所得税は少ないといったような形で、そういう所得税のような形で、公平に、収入に応じて公平に税金をかけてくるといったような声もあります。さあ、国民民主党に聞いてみたということで、先月ですね、国民民主党の本部に電話をして、もしこのストーリーで国民民主党が、失礼しました。
玉木代表が首相になるっていうパターンも考えられますよねと。で例えば自民党大敗ってなると、大きく議席を減らすので、第一党で国民民主党と連立を組んだとしても議席減らしまくってるので、この自民党の総裁を首相として推薦することができなかったりしますと。であるいは公明党に関しても、やっぱり組織票に支えられてるっていうところもあるので、なかなか代表をそのまま首相として推すことができない可能性もあるというところですと。ってなると一緒に連立を組んだ、かつての村山政権のようにその3つ目の政党ですね、国民民主党の玉木代表が推薦されて首相になるっていう可能性もあるんじゃないかなと思ってますと。でそのストーリーがあった場合、この10万円給付とかあるいは消費税減税っていうものは本当実現に向けて動いていきますかということで聞いたところ、いやその政策については選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性もありますと。衆議院に向けて少しもっと中身を濃くしていくっていうふうな可能性はありますけれども、この柱の政策10万円給付消費税っていうのはブレる可能性は低いですというふうにお話をしていただきました。なるほどと、信じますよ国民民主党ということで、国民民主党のもし玉木代表が首相になった場合はそれを実現に向けて動いていくということが分かりました。で実は今日先ほど11時にこの週刊文春の予想ですね、週刊文春の予想がまた出ましたので、いやこれ結構緻密に予想していると思うんですよと。本当に議席が国民民主党、あるいはれいわ新選組とか大きく増える可能性あると思うんですよと。つまり10万円給付っていうのを政策にしている党ですよねと。で御党国民民主党は本当に実現に向けて動いていきますかと。玉木代表首相になるっていうのは、本当にもっと可能性増えたと思うんですよと。その政策の実現、10万円給付消費税減税について、実現に向けて動いていきますかということで先ほど聞いてみました。午前中11時にですね電話して聞いてみました。連立を組むかどうかということについては別に明言してないですし、そもそも考えてませんと。でこの与野党に限らず政策本位で協議していきますと。なるほどと。つまりこの10万円給付とか消費税減税を実現するために動いていきますと。10万円給付消費税減税っていうこの政策はもちろんぶれないですし、その実現に向けて動いていきますよということでお話しいただきました。なるほどと。先月も今月も全くぶれてないですねと。じゃあ10万円給付消費税減税、もしそういったことで与党入りあるいは用途と協議するということになれば実現に向けて動くんですねということが分かりましたと。なるほどと。全ては衆議院選挙にかかってますというところです。さあこの衆議院選挙の闇と小選挙区制度の闇ということでお話しさせていただきたいと思います。全ては衆議院選挙にかかっているんですけれども、なかなかこのもともとあるこの小選挙区のこの議席をひっくり返してこの政権をひっくり返して野党が躍進していくということがなかなかしづらいような状況になっているというその闇についてお話しさせていただきたいというふうに思います。でまずはこの結局地元推しに入れてしまうということがあります。例えばこの地元でいうと千葉14区だったり千葉4区だったりするんですけれども、ここに野田さんっていう元総理の非常に人気が高い議員がいます。でその方が自民党だったりあるいは裏金をやってたとしても、もしかしたら地元の人はまた野田さんに入れてしまうということですね。自民党の慣習で裏金やってたんだろうということで考えて、もしかしたら野田さんに入れてしまうということですね。もしかしたら野田さんともなれば、今回はそういった裏金もしやってたとしたらですね、選挙には出ませんといったようなことで言われるぐらいの可能性のあるお方なんですけれども、ただ実際にもし自民党であったとしても裏金やっていたとしても、結局もしかしたら、その野田さんに投票してしまうということがありますと。でそれは何もこの千葉4区千葉14区で圧倒的な人気の野田さんだからそういったことを想像しがちなんですけども、各地域のその議員っておそらく地元からそういう評価なんじゃないかなというふうにもちょっと予想します。なのでうちのこの地元の先生は別だっていうことで、それぞれ各地域で地元推しに入れてしまうっていうことも結局あるんじゃないかなというふうに
思ってます。それから与党アドバンテージというものもあります。野田さんは、立憲民主党なんですけれども、もし、自民党の議員だった場合は、ぜひその地元の小選挙区は、政権与党の、議員であってほしいといったようなことですね。そういった政権を持っている与党の議員が地元の小選挙区で当選していると、地元の地区に対してもしかしたらいい政策をしてくれるんじゃないかなというふうに思いがちというところがあります。実際そういう部分も少しあったりとかすると思いますけれども、とにかくその与党でいてほしいというふうな気持ちが働く与党アドバンテージというものがあります。それから擁立されてない選挙区があるというものもあります。これ何かっていうと、例えば、かつて10年ぐらい前で言うと、維新がすごい人気になった時に、維新に入れたいんだけども、関西の地区にはすごい立候補してるんだけども、全国的にはあまり立候補してないということがありました。なので、維新の議員に入れたくても、なかなか自分の小選挙区に立候補してないということがありました。で、それに対して自民党は全国津々浦々、立候補しているので、票を取りやすい、議席を取りやすいというところがありますと。それから野党共闘が、もっとありえないというところもあります。これは野党が反省しなきゃいけないところで、小選挙区の闇とはちょっと離れてるんですけれども、これ何かっていうと、自民党でないとするならば、野党の、いろんな、例えば立憲民主党とか共産党とか令和とか国民主党とか分かんないですけれども、あと共闘するかどうかも、今回は分かんないって言われてるんですけども、その野党共闘の場合は自民党でないと思うんだったら、この野党の中で協議して決めたどの政党か分からない、どの候補か分からない人にもとにかく投票してくださいというのが野党共闘ですね。で、これはそもそも国民を舐めてると、論理が破綻してて、その自分としては例えば納得した政策だったりとか、あるいは納得したその候補がいて、その人に投票する、その政党に投票するっていうのがそもそも選挙であるのに対して、先ほどから言ったように自民党じゃないんだったら、我々で決めるこの人、誰か分かんないけどこの人にとにかく投票してください、そもそもありえないですねというところがあったりとかします。なのでなかなかちょっと野党が勝ってきづらいと、小選挙区でたくさん勝ってきている自民党をなかなかひっくり返しにくいというところがあったりとかしますと。じゃあどうすればいいかというところなんですけども、とにかく比例で絶対どこかに入れるっていうのがあります。これ比例っていうのは、例えば先ほどから言ってるようにじゃあこの地元の野田さんで言えば、立憲民主党ですけども、野田さんはいいなと思って野田さんに投票しますと。で、ただ立憲民主党ではないなと、これ仮の話ですけど、仮に思った場合でも必ずどこかの党には入れるっていうことですね。白票にはしないということです。で、立憲民主党じゃないと思っても白票にせずに、とにかく自民党以外のどこかの党には入れるということです。で、それによって自民党以外の政党の議席数が増える可能性が上がるので、とにかく比例で白票にせず絶対どこかに入れるというところがポイントになってきますというところですね。さあ、この衆議院選挙の結果の予想というところをお話したいと思います。実は昨日の動画でもお話したんですけども、この週刊文春と、議席の自民党公明党の議席が減る数っていうのが完全に一致しました。自民党公明党が大敗して、そしてこの10万円給付ということで言っている国民民主党、あるいはれいわ新選組というところが、比例区を中心ですけれども大躍進をするというところが予想されています。衆議院選挙の結果予想というところをお話しします。自民党は260議席を持っていますと。で、そのうち190が小選挙区、比例区が70といったようなところです。これ、衆議院の定数は465あって、そのうち小選挙区は289なんですけども、その割合よりも多くの小選挙区を抱えているというのが自民党です。各地域できちんと勝ってきているというところがあります。で、その190の議席のうち、裏金議席を50、あるいはそれ以外を140としました。で、裏金の議席は5割負けるというところで予想しています。あるいはこの小選挙区、他の140の議席については、小選挙区ある程度勝ってくるんじゃないかなというところもあるので、110に2割減というところで予想しました。それから比例区と。比例区っていうのは国民の支持率が大体反映されるというふうに思うので、今の最新の支持率 23%、これは岸田内閣の支持率ですね。自民党の支持率ということでは 23% なので、それを
小選挙区の議席数289にそのまま当て込みました。それで40議席というふうに予想していますと。でそうすると25足す10、112足す40ということで177議席ということで、83議席減といったような結果になりますと。で公明党はもともと裏金に全く関係ないということもあります。なのでそのまま議席数を確保してくるんじゃないかなということで予想をしました。で公明党っていうのはそもそも比例区が強くて全国の組織票にやっぱり支えられているっていうところがあります。でそこで23議席確保していて、でこの9議席っていうところについてもその地域でガチガチに強い、候補が勝ってきているので、これはそのまま議席を減らさずに来るんじゃないかなというふうに予測させていただいてますと。週刊文春は、自民党はもう少し負けないという予想で公明党はもう少し負けるっていうふうな予想を立ててたりとかするんですけども、いずれにしても、週刊文春と同じような結果になりました。83議席減ということで、晴れて過半数割れと、自民党公明党で209議席といったような予想を立てさせていただきました。定数465の過半数っていうのは233なので、それを大きく割り込むような結果になってきましたと。さあいよいよ10万円給付というものが実現する可能性が大きく近づいています。先ほどから言っているようにこの自民党公明党というのが大敗して、そしてこの国民民主党あるいはれいわ新選組が大躍進するということが予想されていますと。これは週刊文春の緻密に立てた予想の結果でも出ているというところであります。その国民民主党の本気度というところについて確認していきたいと思います。先ほど言ったように、実際にもし与党あるいは与党にならなくても政策協議ということでこの実現に向けて動いていきますよというお話がありましたが、その国民民主党がどれぐらいの議席を確保するかということもこの10万円の2回目のような1人当たり10万給付というところが近づいてくるというところですね。前回は21名立候補して11名が当選ということで、なんと半分以上が当選するといったような、素晴らしい結果でしたと。で今回はどれぐらい立候補しますかということで、聞いてみましたと。今は7名いますと。11名、当選したんですけども7名になってるっていうのは、これは4名ぐらい離反しました。前原さんをはじめとして4名ぐらいが新党を作るということで、国民民主党を離れていますと。国民民主党で当選してきた議員については、もし離党するんであればそれは失職しなさいという声があるっていうのは承知してますし、私もどっちかといえばそっちに近い意見なんですけれども、ただ今のところとにかく現職は7名になっているというところですね。でそれに加えて国民民主党のホームページ見ると23名が立候補あるいはこの擁立予定というふうになっているので、じゃあ大体30名ぐらいですかっていうことで、国民民主党に聞いてみたところ、いや載ってるのはその合計30名なんですけれども、それ以外にもその選挙に向けてまだまだ擁立していく予定ですと。地方議員とかもいますし、まだまだ立候補者、公認していって、40名を大きく超えるぐらい、やっていきたいと思いますと。なるほどと。となるとこの確率で当選というところももちろんあると思いますし、最近国民民主党は勢いもありますと。さらには現職7名いますということで、30名もしかしたら大きく超えるぐらいの議席確保してくる可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。そうなると国民民主党とこの与党自民党公明党合わせてですね過半数確保というところになってくるので、いよいよ与党入り連立政権あるいは政策協議をしてその政策が実現していくといったような可能性も出てきたというところですね。さあ岸田首相大雨処分ということでさらに国民の支持率が下がっているというところについて最後お話しさせていただきたいと思います。岸田首相は令和4年の6月に開催したご自身の政治資金パーティーに新たな疑惑っていうのが浮かんできています。でこれは広島地検に告発がされていますと。広島地検は受理したかどうかということについては明らかにしてませんけれども、いずれにしても岸田首相自身の政治資金パーティー令和4年6月にあったこのパーティーについても新たな疑惑というものが上がっています。さらにはこの裏金議員85人に対する処分はなんと39人だけにとどまるというところですね。
500万円未満の人についてはもう全員見送ったというところですね。でこの非公認あるいは、この離党勧告とか、そういったようなことを、処分として下しましたが、なんと岸田首相は自身の処分というのを見送りといったようなことで、めちゃくちゃ国民は怒っているといったような状況になっています。総理は処分の対象外ということですね。最新の世論調査 JNN、これと同じように TBS 系の世論調査の会社によると、岸田総理も処分を受けるべきだという声が 61% にも上っているというところですね。総理はご自身を処分の対象外としました。でこの岸田総理も処分を受けるべきっていうのは、一昨日にあった朝の番組で、テレビのリモコンとかで投票するような形でですね、即席でですねアンケートを取っていたんですけども、その番組の中ではこの岸田総理も処分を受けるべきというのが 90% 以上といったような結果になっていました。もしかしたらそれは国民の本心なのではないかと、実際の岸田首相の支持率っていうのはもっともっと低いんじゃないかと、その可能性を感じさせるような、そのテレビの世論調査、即席の世論調査の結果でしたと。速報ですと。実現に向けて動きます。特別定額給付金10万円の2回目ということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきました。特別定額給付金10万円の2回目というのは当然まだあるかないか分かってないんですけども、先ほども言ったように、給付金の新しい情報が出ましたらすぐに動画でアップさせていただいてますので、新しい給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方、あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請してできるだけ早く給付されたい、あるいは確実に給付を完了させたいと思っていらっしゃる方は、ぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それから先ほどにこの消費税の減税についてもたくさん意見をいただいているという話しましたけれども、この10万円給付というところに関してもすごいたくさん意見をいただいてます。でこの給付金に関する動画っていうのは本当にたくさん再生していただいていて、いろんな方が見ていただいているので、おそらく政治家の方とかも見ていただいているっていうふうな可能性が高いんじゃないかなというふうに思ってます。で我々のこの10万円給付とか、あるいは消費税減税に関して賛成とか反対とか、そういったご意見本当一言だけでも構いませんので、ぜひコメントに入れていただければというふうに思います。先ほど言ったように政治家の方がご覧になっていただいているパターンが結構あると思いますので、そういった国民の声を届けて、ぜひ実現に向けて近づけていきたいなというふうに思っています。最後までご覧になっていただきましてありがとうございました。